皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語学習者の皆さんに向けて優しい日本語でお届けしているポッドキャストです。はい、皆さんお元気ですか？8月に入りましたが、暑さで体調を崩していませんか？大丈夫ですか？日本でね、8月っていうとお盆っていう行事があります。はい、お盆です。お盆は基本的に毎年8月の13日から8月の16日頃にあるんですけど、つまりね、今年ももうすぐお盆に入るっていうことですね。お盆は亡くなった先祖の魂を家に迎えて先祖を大事にする行事です。先祖ってわかりますか？先祖っていうのは家族をつないできた亡くなった人たちのことですね。例えばひいおじいちゃんとかひいひいおじいちゃんとかひいひいひいおじいちゃんとか、そういうね、家族を作ってきた亡くなった人たちのことです。日本ではね、そういう先祖をすごく大切にします。で、このお盆には先祖の魂が帰ってくるっていう風に考えられているんですね。もともとお盆は仏教の行事なんですけど、今ではね、宗教に関係なく多くの日本人が行っている伝統行事です。で、このお盆の期間は多くの会社が休暇に入ります。はい。3日間とか4日間くらいの連休になるので、東京とか大阪みたいな大都市に出て普段は働いているっていう人も田舎の実家に帰ったりする、そういう時期です。基本的には家族みんなで一緒に先祖を迎え入れる、そういうのがお盆です。でね、このお盆にはとある言い伝えがあるんですね。はい、言い伝え。昔から人から人に語り伝えられてきた風習とか教訓、伝統などのことですね。はい、これを言い伝えと言います。ということで、今回の動画ではお盆は何をするのっていうお話をしようと思います。はい、それから日本でお盆を過ごすなら知っておいてほしい、お盆にまつわるちょっと怖い言い伝えもご紹介するので、ぜひ最後まで聞いてもらえると嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をよろしくお願いします。はい、まずお盆は先祖がこの世にね帰ってくる期間なので、先祖を家に迎えるためにやることがあります。まず一つ目がお墓参りをすることです。まずはね、お墓参りをします。お墓に行ってお花とかお水、それからお線香をねあげるんです。お線香ってわかりますか？お香スティックってありますよね。あれみたいな感じなんですけど、そのスティックが束になっているんですね。その束を解放することとかもできるんですけど、束になって売っているお線香に火をつけて火を消して、それこそお香みたいな感じで、お墓にお供えをします。はい、そうやって先祖にどうぞ帰ってきてくださいって話しかけて迎え入れるんですね。で、2つ目が精霊馬を作ります。はい、精霊馬、これはきゅうりとナスを使って作る飾りなんですけど、これにね、基本的には割り箸を刺して動物の形にします。きゅうりは馬の形、ナスは牛の形に見立てて作ります。きゅうりで作る馬は先祖が家に帰ってくる時に乗ってもらうための馬です。これは馬に乗って早く帰ってきてねっていう意味が込められています。で、ナスで作る牛は先祖があの世に帰っていく時に乗ってもらうための牛です。牛に乗ってゆっくり帰ってね、
っていう意味が込められています。日本のね、古い家にはだいたい先祖を祀る仏壇っていうものがあるんですけど、そこに精霊馬を飾ることが多いかなと思います。まあね、特別な決まりがあるわけではないみたいなので、玄関に飾る人とかもいます。で、3つ目にやることが迎え火と送り火です。だいたいね、13日に迎え火を焚いて、魂を家に迎えます。で、16日最終日には送り火をして魂を見送ります。送り火としてね、有名なのは京都の大文字焼きですね。大きな山に大っていう字が浮き出るように火をつけるっていう行事です。こうやってね、先祖の魂をあの世に送り出します。で、このお盆なんですけど、ちょっとね、怖い言い伝えがあります。それは、お盆の時期に海に入ると、霊に足を引っ張られて溺れてしまうっていうものです。この理由は、お盆ってね、先祖の魂とか、亡くなった人の魂が帰ってくる時期ですよね。で、その時期に海に入ると、霊がね、あの世に一緒に連れて行こうとする。道連れにしようとして足を引っ張るっていう風に言われています。いや、怖いですね。こういうね、なんか怪談話と言いますか、怖い話っていうのは、日本ではよくね、夏に楽しまれることが多いです。もしこういう怖い話がね、好きな人は、私が今年の夏のね、初めに出した学校の怪談についてご紹介する動画もぜひ見てみてください。まあね、今回ご紹介したこれは、単なる言い伝えです。だからね、本当に起こるかどうかはわからないです。じゃあね、なぜこのような言い伝えがあるのかっていう話ですよね。それはね、ちゃんと理由があって、お盆の時期って台風とかクラゲが多い時期なんですね。だから海の事故が増えるんですよ。だからもしね、海に入るんだったら注意が必要ですよね。特にね、子供とかにはやっぱり海で遊んでほしくないなって思うのが大人のね、考え方だと思います。だから昔の人は子供とかね、若者を守るために、このお盆休みに海に入って遊んじゃいけないよ。そういう風に言うための言い伝えであるっていう説もあります。でもね、お盆の時期ってもう夏真っ只中なので、やっぱり暑いから海とかね、川に行きたいっていう風に考えるのって自然なんですよね。でもね、だからなのかわからないんですが、確かに毎年この時期になると海とか川で事故がね、起きてるんですよね。だから私はやっぱり水遊びはできるだけしないようにしています。例えばね、私はサーフィンが好きなんですけど、この時期はね、海に入らないようにしています。あとね、川もね、ちょっと怖いので入らないようにしていますね。やっぱりね、何かがね、あってからじゃ遅いんですよね。何かがあった後に後悔をしても遅いんですよ。お盆の時期に海に入るな、もしくは川に入るなって言われるからには理由があるはずなんで、私は後悔しないようにそれに従っています。日本語にはこういうことを言い表すことわざがあって、それはね、後悔先に立たず、一度起きてしまったことは後でどんなに悔やんでも取り返しがつかないっていう意味のことわざです。つまり何か行動を起こす前はよく考えてから実行をすべきですよっていう教訓ですね。後悔先に立たずなので、私はお盆の時期は海とか川では遊びません。皆さんもね、日本のお盆休みに何かプランを立てるんだったら、今回のお話を参考に安全にね、
楽しんでもらえたらいいなと思います。今回の動画ではお盆についてご紹介しました。お盆はね、日本人にとってとてもね、大切な行事で、昔ながらの言い伝えもあります。観光地ではね、あんまりお盆を感じることはないかなと思うんですが、この時期はご先祖様を大切にする時期なので、ぜひね、静かに、そして安全に過ごしてもらえたら嬉しいなというふうに私は思います。こういう動画が面白いな、いいなと思ってくれた人は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録とコメントで応援をお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。